勝手に前に進んでいくんですよね。スティッククリーナーのこれ吸ったゴミを実は全部こっちのボックスにしまってるんですよ。さすがにダイソンよりすごいなと。はい、ということで今回は白物家電チームマネージャー東春樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日何を紹介してくださるんでしょうか。今日はスティッククリーナーを持ってきました。いや持ってきたんですね。持ってきました家からあ、それは嘘です。スティッククリーナーって掃除機ですね。スティッククリーナーってあんまり馴染みないですかね。そうですね、初めて聞いたんです。あ、本当ですか。今なんかみんなスティッククリーナーって言ってるんですか。コードレスクリーナーとかいわゆる掃除機なんですけど、一般的にイメージしてるそのコードがついててなんかガラガラ動かすというよりかはコードレスみたいな。今の掃除機ってもう一つもコードついてないですよね。いやもうついてないのがもう今主流です。当たり前って感じです。普通のいわゆる掃除機のことをキャニスター掃除機とかって言ったりするんですけど、まあ多分転がしながら一緒にガラガラそう車輪がつってやっていくみたいな。やっぱ普通にコードあるから邪魔だし、そのコードの最大のところまでしか行けないしみたいなところがそもそもあると思ってて、コードなかったらもうそんなの関係なくもうブーンってもう行くだけみたいな。スティッククリーナーってどれが一番いいって考えたら吸引力ですか。吸引力もそうですけど、やっぱりそのコードがないのでもう家中そのままわざわざ電源抜いてやんなくても、もう例えば2回でも3回でもこれ1台でもやっていけるみたいな。確かにだから掃除機出すの面倒いから掃除しないみたいな感じになっちゃってるから。いやそうですね。手軽になることでより掃除したくなるかもしれない。あ、そうです。掃除面倒くさいなって思ってる人こそスティッククリーナー使ってほしくって、物置に掃除機って普通しまうもんだと思うんですけど、スティッククリーナーだったらもうそのまま部屋の壁に立てかけておいて使えるような、まあ、そういうなんかデザインがちょっとおしゃれになってきたのも増えたりとか、結構洒落てますよね。まあ、これとかちょっと後で紹介しますけど、普通になんかおしゃれな人の部屋に置いてそうな。何ちょっとでっかいトイレブラシ。でっかいトイレブラシじゃないです。これも実はこうやってスティッククリーナーで、なんかおしゃれじゃないですか。おしゃれおしゃれですよね。まあ、これしかもちょっとなんか秘密のギミックがあったりするんで、いやちょっと後で紹介します。今回これスティッククリーナーってこの4台を検証したんですか。いや実はマイベストでは34台全部使ってみて比較して検証を出してて、今回紹介したい4台持ってきました。これ見ればもう自分に一番合った掃除機が見つかると。そうですね。もう問答無用でこれ買えば OK みたいなのも持ってきましたしそれだけ見てね、皆さんちょっとブランドバックしてください。はい、お願いまず最初の商品は最初の商品は日立のパワカルスティック。じゃあどういう商品なんですか。まあ一言で言うならもう名前の通りパワーがあって軽い、パワーと軽さを両立したパワカルスティックみたいな。なんて簡単なんだ。実はこれがマイベストのスティッククリーナーランキングの総合1位なんですけど、1位と最下位って何がどれぐらい違ったんですか。まあ、例えば掃除機だったらまず吸引力っていうのが一番大事だと思うんですけど、最下位のやつはもう全然吸わないです。フローリングでもまあワンストロークでゴミ残っちゃう。この人たちのパワーカルだったらまあワンストロークでその撒いたゴミは通ったところはもう完璧にきれいになってますよみたいな。あ、もう何1往復1往復でもうゴミが完璧に吸えますみたいな。1位のまあこのパワーカルとかだったの床材が変わってもちゃんと吸うみたいなとこがあって、こういうカーペットのラグとかも毛が絡まずになおかつゴミもちゃんと吸うみたいな。ランキング低い商品とかはやっぱカーペットだとそもそもゴミが引っかかっちゃうとか、カーペットのその目に詰まったような場所のゴミはちゃんと吸えないみたいな、ね、それこそダイソンとかも結構カーペットは苦手で、僕家でダイソン使ってるんですけどダイソン使ってるんですね。ダイソン推しなんですよ。こんなダイソンオタクなのに1位が日立。これはちょっともうさすがにダイソンよりすごいなと言わざるを得ないぐらいの、もうちょっとさすがに僕も負けましたって感じで、まあ、ダイソンと一番差が出たのがカーペットでの吸引力。確かに吸引力強いと毛足が長いカーペットとか。そうなんですよ。ちょっと毛くっちゃもうその通りで、ダイソンは特にフローリングに特化してるって言われてて、フローリングだったらもうダイソンの方が全然吸うんですけど、この人たちのパワーカルはダイソンと同じぐらいフローリングでもちゃんと吸うし、カーペットでも同じぐらい変わらず吸ってくれる。ちょっと見て。じゃあとりあえずまずフローリングなんですけど、音結構静かです。そんなにうるさくないですよね。まあ普通の掃除機と同じぐらいだと思うんですけど、これの8倍ぐらいですね。8倍うるさいですか。今これ標準モードなんで、まあ強モードにするとちょっとうるさいですけど、だいたい標準モードで約40分ぐらい使えるので、まあ別にワンルームはもちろん、まあ2階とか3階建てでも割といくかなと。実はこれヘッドが自走式なんですよ。でそこ床に設置するとまあギャーって音がすると思うんですけど、勝手に前に進んでいくんですよね。なんか今駅弁東さんが動いてるでしょ。
まあ動いてますけど、もうほとんどこれ力入れてなくて、もう勝手にちょっと前に進むアシストしてくれるみたいなのが日立のいいところ。今だいたい 1.4 キロぐらいなんですけど、 1.4 キロってそもそも結構軽いんですけど、この自走式でその前に進んでくれるおかげでほとんど重さ感じない。往復っていうのが大事って言ってたのは、これ前に進むんですけど、戻る時って結構床にギュッて密着するんですよ。そうするとちゃんと床に密着してゴミを吸ってくれるので。自走式って前に進むだけじゃなくて後ろにも引いてくれるんですか？後ろには引いてくれないんですけど、その反発する分ギュッと密着してくれるんですよ。なので結構戻す時も実は大事で、この前と後ろでちゃんとゴミを取り切るみたいなのが今回の検証でも現れたかなと。ずっとこれ実は緑が光ってるんですけど、地味だけど便利な機能で、例えばそのソファーの下とか光って暗いとこでもちゃんと掃除してくれるみたいな。携帯が細いから。あ、そうですそうです、こんな感じで行ってくれるし、暗いとこも光りますし、フローリングの明るいとこでもゴミがちゃんと見えて、結構まだゴミ残ってんなみたいな、ゴミ残ってんの分かりすぎて全然掃除終わんないんですよね。なんかゴミまだあるなみたいな。掃除結構やっぱ楽しくなりますよね、こうやってゴミがちゃんと分かって吸えると。ちょっとあれみたいです、カーペットみたいなカーペット。あ、そうですね。これがダイソンもうやっぱちょっと、まあ、ちょっと力ギュッと押しながらやるみたいな、ヘッドが持ってかれますよね。なんかちょっとグリグリ引っ張られてる感じ。まあそうですね。あとやっぱりちょっと重たいですよね、やっぱダイソンの方がね。これ日立だとそんなにヘッドは持ってかれてない感じありますよね。コントロールできてますよね。そうですね、割といけてる感じあります。そもそもが軽いんで、軽く押し出すだけで割と掃除はできてるかなって気がしますね。本当に今力入れてないのでそうそうそう、なんかもうこんなんで永遠にできちゃうみたいな感じで、なんかやっぱり掃除機ってそれこそ昔の掃除機使ってるとこんな感じでゴシゴシやるみたいなイメージあると思うんですけど、本当にこれは撫でてるだけでもう吸ってくれるみたいな感じ。その操作性というか小回りも効きますし、で、まあ、これが40分ぐらい持つんでいくらでも掃除できますよみたいな。なんか入れちゃった。吸いすぎて変なん吸っちゃった。さあ続いての商品は、続いてが日立のラクカルスティックになります。また日立。日立さんすごいです。今回すごかったですね。日立ちょっとダイソン推しなんですけど、日立の掃除機やっぱすごいですね。これも名前ですぐ分かるかなって感じなんですけど、何でしたっけ？ラクカルスティック。さっきのパワーカルと違ってラクカルで楽だし軽いみたいな、軽さ特化。業界最軽量で 1.1 キロ。軽い掃除機って今までってそのただ軽いだけみたいな、なんかもういろいろ軽くしすぎちゃって肝心の吸引力弱いとか肝心の使い勝手悪いみたいなのが多かったんですよ。ただこの日立のラクカルスティックだと軽いけどちゃんと吸うしみたいな、さっき紹介したパワーカルスティックのまあ親戚みたいな感じなんで、と同じで光るし、おなじみの自走式、もう小指でいきますもん。普通のメインのパワーカルと同じような機能がちゃんとついてるので、まあ、さっきのと比べるとちょっとヘッドがちっちゃかったところどころちょっと軽さの工夫みたいなのはあるんですけど、まあ、全然小回りも効くし、ちゃんとここも吸うし、まあ、小さい分小回りも効くんで中もちゃんといけるかなと。大きいのと小さいのとどっちがいい？大きい方が1回で吸うゴミの量がちゃんと多いので、吸引力の検証だとやっぱりパワーカルスティックほどは一発で吸えないけど基本問題ないよねみたいな評価でした。もちろんカーペットも全然このまま、ちょっとでもやっぱりパワーカルよりはちょっとだけぎこちないかなって感じはありますね。だからさっきの方が大きくガバッと吸えるので、ヘッドが大きい方が。ダイソンとかもヘッド大きめなんですけど、なのでその分ちょっとだけカーペットとか苦戦するかなって感じですけど、まあそれでもまあ全然問題ないですけどね。300g の違いで結構違います。結構違いますね。本当にそれこそ長い時間使うとか、あとはそのちょっと力の弱い本当に軽い掃除機欲しいなと思ってる人とか、やっぱりずっと使ってると分かります。毎日使うものって考えると少しでも軽い方がいいなっていう人は多いのかなと思いますね。それこそその窓とかそのサッシをちょっと掃除するみたいな、ちょっと上に向いてちょっとやってみたいな時も軽い方が絶対良くて、ダイソンとかだとやっぱこうは掃除できないので、まあ、アタッチメントもいっぱいついてますし結構便利なのかな。まあ、床だけ掃除するわけじゃないみたいな人は僕だとあんま伝わらないかもしれないですけど、もう本当にまあヘッドつけたままでも 1.1 だと全然軽いです。あ、それなんかサッシ用のあれですか、ヘッドとかついてますか？あ、ついてますついてます。でそういうのを使えばもう全然窓のサッシとかもビューってやったりとか。そういうとこ掃除する人はもしかしたらこっちの方がパワーカルよりも、そうですね、他の方がいい人も多いと思いますね。いいですね。パワーカルが、
まあベストバイでみんなにおすすめだった。そうですね。ラフカルはどういう人に？パワーカルよりはちょっと吸引力は弱いんですけど、それ以上にやっぱ軽さに魅力があるかなと思ってるので、とにかく軽い掃除機を使いたいみたいな、今使ってる掃除機はちょっと重たくて使いづらいと思ってる人はパワーカルよりもラフカルの方がいい人も多いと思います。充電時間同じぐらいですね。充電時間同じぐらいですね。だいたい標準モードで30分から40分ぐらい動くので、一軒家でも2階建てでも3階建てでもがっつり掃除しようと思ったら1台で完結するかな。じゃあもう吸引力求めるならパワーカルで、軽さ求めるならラフカルかな。そうですね。実際になんか量販店見て比べてみてとかでもいいかもしれないですし、結構この 300g でかなり違うので、その 300g の違いちょっと見たいな。こんな感じですね。わかるかプルプルしちゃうけどじゃあプルプルしないみたいな感じですかね。さあ続いての商品は？続いての商品はパナソニックのパワーコードレスになります。パナソニックさんですね。パナソニックです。ちょっとオープニングでも出てましたけど、スティッククリーナーって基本的に最近の商品だと充電スタンドがついてて、リビングとかに置きっぱなしでも使い終わったらそのまま充電するみたいなのが主流なんですけど、実はこのパワーコードレスだと充電スタンドにあるものが一緒についていて、本来なんかさっきまであった丸いボコッとしたゴミ入れみたいなところないですか？そうですね。一応ここのちっちゃいゴミ入れが中には一応ついてるんですけど、デザイン的に見えなくしておしゃれ重視な感じで、見た目もいいですし細くて使いやすいって人も多いと思いますね。その分ちっちゃくは普通はなっちゃうんですけど、そこにちょっと実は秘密があるというか、何って感じなんですけど、ちょっと使ってみていいですか？実はゴミがあったらセンサーで勝手にモードが強くなったりとかして、勝手に強くなったり弱くなったりはしてくれますね。なるほど。ここまでは普通の掃除機って感じで、下にも入れれるし、ライトはついてないんですけど、まあちょっと掃除できましたと止めて、ちょっとじゃあしまいますね。ちょっとそう、今実はスティッククリーナーのこれ吸ったゴミを実は全部こっちのボックスにしまってるんですよ。ああ、なるほど。だからこれスティッククリーナーで初めてゴミ自動吸引スタンドが搭載された商品なんですよね。まあ普通スティッククリーナーだとダイソンとかの日立とかも分かりやすいんですけど、ゴミがボックスの中に溜まっちゃったらこれをそのままゴミ箱に持ってってガチャンって捨てなきゃいけないっていうのがあるんですけど、そういうイメージです。例えば1週間毎日掃除したらゴミ結構溜まっちゃうので捨てる必要があるんですけど、これだったらゴミを捨てる必要がないというか、このボックスに1ヶ月分ぐらい貯められるので、もう溜まったら開けるとこの中に紙パックが入ってるんですけど、普通は大体これがスティッククリーナーに入ってるのでこっちが重たくなっちゃったりとか、ちょっと見栄え的にあんまスマートじゃないなみたいなのがあるんですけど、全部こっちに詰まってて大体これを外してポイって捨てるだけ。簡単ですね。簡単です。だからゴミにも触れないんですよね。それちょっと嬉しい。その潔癖な方とか小さいお子さんがいてゴミが待ったりするの嫌だなみたいな人たちももうこの紙パックを捨てればいいだけなので清潔に使えるから、こうどのメーカーもゴミ舞わないように工夫してますとかって言うんですけど、大体舞うんですよ。でそれを解決するのは基本的に紙パック式だけなんですけど、結構スティッククリーナーって吸引力やっぱり強くしないといけないのでサイクロン式の掃除機が多いんですけど、なんで紙パックってあんまり選択肢あんま入ってこないんですけど、これだとそもそも紙パックで衛生的だし、ゴミ捨てる回数も1ヶ月に1回で済むので、その分ランニングコストかかっちゃうんですけどね。大体10枚で900円ちょっとぐらいなんで、1枚100円ぐらい。まあそうですね、1枚100円ぐらいで、まあ10枚で1ヶ月に1回で OK なので、まあ1年でじゃあ1000円ちょっとぐらいっていう計算ですね。まあ結構楽ですよね。デメリットとしてはまあシンプルにうるさいっていうのがあるんですけど、結構これってロボット掃除機とかでもトレンドになっていて、ロボット掃除機だともうこのスタンドにボックスついてるので割と主流になってるんですけど、まあ、このスティッククリーナーだと初めて搭載された、まあ、ただその分ちょっと弱点も一応あって、標準モードで10分ちょっとしか使えないんですよ。日立のパワーカルとかだと40分ぐらい、10分だと家中丸ごと2階も3階までみたいなところだとちょっと途中で切れちゃう可能性はあります。途中で切れたらもう一回そこに入れなきゃいけない。もう一回そこに入れなきゃいけないんですよね。入れたらちょっといやもうこれ始まっちゃうんでそううるさいんですよね。使い方としては割と毎日まめに掃除をするみたいな使い方の方が向いてますね。こまめに掃除するって意味で、2つのスティッククリーナーとこのパナの収納されてる状態でちょっと違うとことかって分かります？鋭い。内側だと何がいいかってとこなんですけど、外側に向いてるとパッと見の見栄えはいいんですけど、持つ時に逆手になるんですよね。だいたいこういう風に持ってこういう風にしまうっていうのがまあ今までの掃除機だったと思うんですけど、パナソニックだと掃除したいなと思った時にもうこうやってガチャンってやると掃除する状態になって、いろいろ掃除機使ってて思うのはやっぱなんかスムーズに掃除の動作に入れるっていうのも結構ハードル下げる一つの機能なのかなと思っていて、すごく細かいところなんですけど、そのまま掃除に入れる、掃除終わったらもうこのままこうやってしまえるとわざわざにする必要もないしっていう
感じにはなるんですけど、その面倒くさがりとこのズボラさんにもおすすめですし、単純にね見た目で選んでもスタイリッシュかなと思いますし、あとはその紙パックなのですごい清潔に使える、そういったところにちょっと気を配りたいという人にもおすすめできるかなと思いますね。じゃあ本日最後のお時は最後はマキタの充電式クリーナーになります。マキタってご存知ですか？もともと工具メーカー、なんか電動ドライバーとかそのバッテリーとかが有名で、もともとその掃除機作ってるメーカーではないって感じですね。工場とか工事現場とかみたいなところでよく使われるようなメーカーなんですけど、これも実はなのでもともと業務用としては割とポピュラーで、例えば駅の掃除をしてる人が割とこれ使ってる、なんならマイベストのビルの掃除も多分このマキタ使ってますねでこの商品も実は最新の商品とかでじゃなくて、もうスティッククリーナーが今みたいに主流になるもっと前から、もう 6,7 年前ぐらいから実はもう出て、ロングセラー商品みたいな、ずっと Amazon でベストセラーみたいな感じの。無知でした、すみませんでした。いえいえ、実はいいんですよ。値段も割と安くて、やっぱり今までの紹介してきた3商品優秀でおすすめなんですけど、値段だと5万円前後ぐらいするので、予算的になってる人も正直いるかなと思ってて、インターネットのサイトによって値段変わっちゃうんですけど、1万円から2万円ぐらいでだいたい買える割とリーズナブルな。なのでその分使い勝手みたいなのもすごいシンプルで、今までと違うのぶとい音というか、さっきの日立のパワーカルみたいに別に自走しません。なので普通にちゃんと押して掃除する必要があるのと、ヘッドもすごいシンプルで、モーターがついてたりとかブラシがついたりもしない、めちゃくちゃシンプル。さっきなんか赤と青のぐるぐるした。そうですそうです。これもう超シンプル。ただ吸引力はちゃんとあるんですけど、基本的にはそのゴシゴシやるとちょっとあんまり使いづらいので、ゴミ見つけたらちょっとチョンってシュッみたいな使い方がいいのかなと思いますね。力的にはそんなに劣らないし、手軽に使えて安いよみたいなこと。そうです。例えばそのワンルームなんで、そんなにたくさん機能ついてなくていいよみたいな人はまさにマキタおすすめですね。吸引力は他のやつと変わらないぐらい強いので、ただちょっとカーペットとかはあんまりそのヘッドの工夫がない、スイスイは動かないんですけど、掃除のスタイルが全然違う人というか、それこそ普段クイックルとかコロコロで掃除済ませてますみたいな、ワンルームとか1Kとかそんなに広い部屋じゃないですよみたいな人は、マキタさえ導入すれば、掃除は割と快適になるかなと思います。パワカルを買いたい人、そういう人満足できるぐらいの性能もある。それこそその広い家をすごく快適に掃除するみたいな意味ではパワカルの方がおすすめしたいんですけど、それは全然ワンルームでたまに掃除するだけで十分ですよみたいな人はマキタおすすめかなと思います。でもちょうどいいというか、工具メーカーなんですけど、そのインターネットの口コミとか見てると、なんか女性が割とシンプルな掃除機探してましたみたいな感じでちょっと選んでみたりとか。インテリアとしてもこれで白でかっこいいですね。いいですよね。ちょっとミニマルというか、バッテリーも40分ぐらい表示で持ちますし、バッテリー取り外しできるので、予備でバッテリー買っておいて、こっちは充電しておく間にこっちもう1個使うみたいな、充電切れる心配基本的にないみたいな。工具メーカーならではというかね。そうですね。でこのバッテリーも結構なんか他の工具に応用できたりするんで、マキタ使ってる人は割とマキタで揃えたりするとバッテリーの互換性があったりとか、ただ充電スタンドがないので、慎重に立てかけるかちゃんと置いとくかみたいな。スタンドないんですよ。バッテリーはどっちで充電するんですか？バッテリー取り外しても専用の充電器があるので、もうそこにガチャッと装着して充電するみたいな感じなんで、その間こいつはどっかに置かないといけない。機能は最低限で超シンプルなんですけど、軽いし十分使い勝手はいいっていう意味で、ルームとかたまにしか掃除しませんよみたいな人はマキタがおすすめですね。はい、ということで4つ紹介していただきましたけれども、それぞれの違いというか良さみたいなのが分かったんですけど、買い替え時は難しいなと思ってるんですけど、実際買い替え時とかってあるんですか？色物家電って壊れた時が買い替え時みたいな感じで、やっぱ悩む時間もなくて早くすぐ買わなきゃみたいなものが多い家電ではあるんですけど、スティッククリーナーに関しては掃除って多い人だったら毎日するし、家の掃除しない人って基本的にいないと思うんですよね。ただ掃除をするために使ってる掃除機とかコロコロとかクイックルとかもなんとなく不満に感じながら使ってる人多いんじゃないかなというか、例えばちょっとコード邪魔だなとか、ちょっと重たいけどとりあえず一人暮らし始めた時に買ったから使ってるみたいな人も多いのかなと思って。確かになんとなくこれでいいんだろう、これが掃除機だろうと思って使ってます。そうですね。そういう意味でもぜひ今回おすすめした商品とかを使ってみてほしいなと思ってて、絶対に今使ってる掃除機よりも軽くなりますし、コードもなしでスイスイ掃除ができるようになりますし、めちゃくちゃ便利になります。掃除機変えるだけで毎日の掃除が楽になる。で掃除楽な綺麗な家で生活するとか暮らしていくって気持ちいいというか、掃除機変えただけでなんなら生活が、より豊かになるみたいなことはそんなに大げさじゃないのかなと思いますね。今回の中でニーズに合わせてね、そうですね。いただけたらこれ幸いと。はい。ありがとうございまして、本日は皆さんにスティッククリーナーを紹介していただきました。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。